皆さんこんにちは。ニニンのゆうかです。今日もカフェ Vlog なんですけども、いつもは撮影していなかった私のバックヤードの様子も今回はちらちらとお見せしていきたいと思っています。なんか急に喋り出して驚きましたかね。どうですか？ここ最近 YouTube のあり方みたいなのを夫といろいろ考えることが増えまして、といっても何年もそうなんですけど、更新頻度が落ちたといえどもやっぱり YouTube 続けたいんですよね。これは2人とも一緒な感じです。撮影も編集も全部私たちは自分たちでしていて、基本撮影した方が編集も最後までしてます。でこれまでは字幕がメインでゆったりした雰囲気の Vlog を作りたくてやってたんですけど、撮影したシーンの長さと私が伝えたい言葉の長さが合わなくて、言いたいことが言い切れずに、どうしても簡潔な言葉でくるっとまとめ終わらないといけないっていうのがずっと小さなストレスとして感じられていたんですよね。もちろん今までも夫がいろんな YouTube の形を模索してくれてたので、夫が話してくれてた時期もありましたよね。いろいろな形を模索しながらこうやってずっと動画作りを続けたいと思います。なので一緒に楽しんでもらえると幸いでございます。さて、開店前は前日の夜に消毒しておいた布巾を洗って干すっていうミニ洗濯からスタートしてます。夏は放っておいても昼頃にはもう乾いてくれるので、干す作業がちょっと好きになりましたね。8月のスイーツはアイスビスケットサンドをしてました。カットが私めちゃくちゃ苦手なので、器用な夫にカットしてもらって梱包は私がするという去年のスタイルを引き継ぐことにしました。これは大学生の時に売店で何十本も食べた森永製菓のビスケットサンドが忘れられなくて、でそれをプラントベースグルテンフリーで自分なりに作ってみたのがきっかけでした。これにプルーンと有機モラセス入れたりとか、きな粉と玄米水飴とか白味噌とナッツを入れて味を変えたりしてもすごく楽しいスイーツでしたね。この日の朝は卵サンドのご注文が多くて、なんかみんなブランチみたいな感じで食べてくれているのかなと、いろいろお客さんの背景を想像してホクホクと嬉しい気持ちになってます。もちろん私たちの卵サンドは卵は使っていなくて、かぼちゃとかお豆腐で卵を再現したサンドイッチになってます。
パン生地も一枚一枚手作りで米粉で作った完全グルテンフリーになっております。卵サンドを詰めてる様子ってこれまでシェアしたことがなかったので、この日は張り切って撮影してみました。卵の部分はあらかじめ種を作っておいて、ご注文が入ったらパンを焼いてそれに詰めるんですけど、この出来たてがね一番美味しいのなんのこんなっていう感じですね。米粉のパンは食感が変わりやすいので、賞味期限は5分から10分です。いやー、驚異の速さですね。仕上げはお塩とブラックペッパーで完成です。今見てるだけでも食べたくなってきますね。包まれた卵サンドお見せしてなかったんです。だからちょっとゆらゆらしてましたけど映ってませんでした。また映します。さあ次の卵サンドに行きます。海外からのお客様へこの卵サンドを作ってるんですけど、お一人でご来店されてまして、でご注文数が2人分でして、とっても慎重にゆっくりとした英語でコミュニケーションを図ったんですけれども、やっぱり2人分だったと思うんですね。ドリンクも2杯、フードとスイーツも2皿。これ本当にやってるのかなってかなり心配になりながら作られている卵サンドです。こちらがその本当に合っているのか心配だったご注文でございまして、とっても不安な中ラテアートをしていきますよ。ドキドキしながら全部ご提供したんですけど、無事に全て合ってました。よかったです。この次の日からは9月が始まります。私は去年から自分のためにも月替わりのスイーツに挑戦してます。そのおかげで新しいスイーツ作りにチャレンジできている気がしてます。で、次のスイーツはバスクチーズケーキに決定です。もちろんチーズは入ってません。去年お客さんからリクエストいただいたんですけど、もう当初はどうやって作るんかさっぱりで作れませんでしたけど、この間お友達から手作りバスクチーズケーキをいただいたことがきっかけで、もしかしたらちょっとなんかいろいろひらめいたかもって思って急に作ってみたくなって、驚異の6日間の試作で出来上がった代物でございます。個人的にはかなり想像通りのものができて、大満足なバスクチーズケーキになりました。みんなも気に入ってくれるかなと不安50、期待 50% です。来月のスイーツができたらすぐにもうその次のスイーツを考えたくなる癖があるので、もう本当は10月のことで頭がいっぱいです。まずは9月のこのバスクチーズケーキが成功しますように。試作は何回かもちろんしてきましたけど、初めてお客さんに出すチーズケーキを焼いているので、オーブンに入れた後ですら材料の入れ忘れがないかとかチェックです。ただ今回は大丈夫そうです。たまに何か入れ忘れてることがあるので、もうたとえ焼いてる最中だとしても確認は怠りません。さあ洗い物したら夫の元へと合流です。